のあらゆる悩みは大体これが原因。こんにちは、恋愛ライフコーチのさゆりです。本日は恋愛の大体の悩みを深く掘っていくと、大体これにたどり着くというお話をしたいと思います。これがないと相手をうまく愛することもできないし、逆に相手からの愛もうまく受け取れないんですよね。だから愛されているはずなのに不安が出てきたり、疑ったりしてしまうんです。でも逆にこれがあれば自分の中の土台がしっかりとあって不安になったり相手を信じれないということもなくなっていくんです。じゃあこれが何なのかというと、それはズバリセルフラブです。セルフラブって言うのは簡単だし自分を愛せばいいんでしょって思うかもしれないけど本当に深いんですよ。この動画を見ている方にはセルフラブの重要性を知って実践することで不安じゃなくて幸せな恋愛を手に入れてほしいと心から願っています。今日はそんなセルフラブが恋愛にどんな風に影響するのか、そしてそのセルフラブを育むためにはどうすればいいのかを詳しくお話ししていくので、ぜひ最後まで見てください。まず恋愛においてセルフラブができていないと何が起こるかっていうのは大きく分けて2つあります。1つ目が相手を本当の意味で愛することが難しくなるんです。なぜなら人は自分にないものを相手に与えることができないからなんです。この状態で恋愛をすると、それは自分の中にない愛を相手に求める依存につながってしまうんです。恋愛で最初はうまくいっていたのに、気づいたら相手に依存したり執着してしまうっていうことはありませんか？最初は純粋に相手を愛しているつもりだったのに、時間が経つにつれて相手がいないと不安、もっと愛してくれないと不安という感情になっていませんか？これは自分が自分自身を愛していないから、それを相手に求めてしまうからなんです。次にセルフラブができていないと起こってしまうもう一つの問題は何だと思いますか？二つ目の問題は相手からの愛をうまく受け取れないということなんです。これは自分が自分を愛せていないのに、そんな自分を好きって言ってくれる人を 100% 信じれないんです。だから相手がいくら自分を愛してくれても本当に好きなのかなとか、今はこうやって言ってるけど将来好きじゃなくなっちゃうんじゃないかなっていう風に不安になっちゃうんですよね。これもセルフラブができていないから自分自身を信じられていなくて、だから相手のことも信じられないんです。恋愛は自分がお相手を愛して相手からの愛をちゃんと受け取れることで成立します。もちろん相手が遊び目的だったり真面目な恋愛をしていない場合はそこから離れる必要がありますが、このセルフラブができていないと自分が相手を愛して相手からの愛を受け取るということができないから、いろいろな不安だったり問題が生じてしまうんです。でも逆にセルフラブがしっかりとできるようになれば、私は愛されるにふさわしい存在ということを認識できるようになります。すると相手からの好意も素直に受け取れるようになるんです。相手がどれだけいい人で愛情を注いでくれていても、あなた自身がその愛を受け取る価値があるっていう風に信じられなければ、結局その愛を感じ取れないんです。ここで質問です。あなたは自分が 100% 愛される価値があるということを信じられていますか？もしこれが自信を持ってはいと言えなければ、セルフラブを育むことがとっても大切になります。じゃあここからはそんなセルフラブをどうやって育んでいくかという話をしていきたいと思います。ジャーナリングや瞑想、アファメーションなどいろいろなやり方が紹介されていると思います。その中でもすぐにできて、かつ私が今までいろいろやってきた中で一番効果的だと思ったものを紹介します。それはセルフトークを変えることです。セルフトークとは頭の中の会話なんですけれども、私たちは毎日6万回以上思考しているっていう風に言われているんですね。その中で平均的に8割以上はネガティブな思考だと言われています。このネガティブな思考に対して自分がどう反応してどう自分に声をかけていくかによって全然状態が変わってくるんです。これをやるにはまず日々自分がどんな言葉を自分にかけているのかを知る必要があります。あなたは日々自分にどんな言葉をかけていますか？もしよかったら今日明日と意識してみてください。日々の思考の中でなんでいつも失敗するんだろう？なんで私は周りに比べてできないんだろう？なんで私はいつも行動が遅いんだろうという風にネガティブな言葉をかけていませんか？こんな言葉をかけているときは自分の中に責めてしまう自分とその責めている言葉にさらに傷ついている自分がいるはずなんです。この傷ついている自分に目を向けてあげてください。これがあなたの本心なんです。そしてこの傷ついている自分に向かって優しい言葉をかけてあげてください。例えば、なんで私はいつも失敗ばっかりなんだろうっていう風に思ってしまったら、いやでもたくさん失敗しているってことはたくさん挑戦していることだよね。
それってすごい自分頑張ってるじゃん。頑張ってる自分すごいよっていう風に言ってみてください。そしてなんで私はいつも周りに比べてできないんだろうっていう風に思ってしまったら、いや、でも周りの人のここはすごいけれど、でも自分にもこのすごいところがあるじゃん。人によって得意なことは違うから、周りと比べないで自分のすごいところに目を向けようっていう風に言ってあげてください。こうやってネガティブな思考が出てくるのは人だから当たり前なんです。でもそのネガティブな思考に対してそうじゃないっていう風にただ否定するのではなくて、いや、これはこうだけど、でもこういう風に考えることもできるっていう風にポジティブに捉え直してみてください。そして責めるだけではなくて、自分を褒めて、慰めて、励ましてあげてほしいんです。これができるようになると、生きづらさのレベルが格段に変わってきます。私自身もこのポジティブなセルフトークができるようになって、自分が生きやすくなったのを実感しています。なぜなら、私たちは日々思考をしていて、それを意図的にポジティブなものに変えていって、自分を大切に扱うことができたら、自分に対する認識もポジティブに変わっていくからです。そして、自分を大切にして、自分の認識がポジティブに変わっていくと、自分の中に安心感が生まれてくるんです。私は私の一番の味方だから大丈夫っていう風に思えて、自分に対する信頼も出てきます。そうすると、ネガティブな自分も拒否せずに受け入れることができるし、そんな自分のことがだんだんと好きになれるんです。こうやってセルフラブができるようになっていけば、恋愛においても相手のことを依存せずにちゃんと愛することができるし、相手からの愛も受け取れるようになります。これは私自身が本当に効果を実感したことで、今でも日々セルフトークは意識しているので、ぜひ皆さんもやってみてください。いかがだったでしょうか？今回はセルフラブが恋愛にどう影響するのか、そしてセルフラブを育むためにはどうすればいいのかということをお話ししました。今回の動画を見て、セルフラブをやっているけれど、またセルフトークを実践してみたものの、それでもネガティブになっちゃったり、自己肯定感が低くて恋愛がうまくいかないという場合は、心の中に何か引っかかっているブロックだったり、思い込みがあると思うんです。私も過去に経験があるのですが、これをなかなか一人で気づくのは難しいんですよね。そんな時に私はコーチングを通して潜在意識レベルまで深掘りをして心に引っかかっている思い込みに気づくことができました。なのでもしこの思い込みに気づいて手放していきたい、そして理想の幸せな恋愛、幸せな人生を送りたいという人は現在期間限定で無料でコーチングセッションをプレゼントしていますので、概要欄の LINE を登録してみてください。これからもただのテクニックではなくて、幸せな恋愛を手に入れるための本質的な内容をお話ししていくので、ぜひチャンネル登録と通知の設定をお願いします。また、今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、グッドボタンを押して応援してくださるととっても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。